こんにちは。あ、よろしくお願いします。こちらのたまに飾られているのはセンスがたくさんありますけども、記事の方からいただいたものとかそういうのを飾ってある。大体みんな直筆です。あ、羽生さんのお写真がありますね。そうですね。もう羽生さんは愛用されてるんですか？というふうに言ってますね。藤井聡太さんの写真もありましたよ。初めて公式の大会で羽生さんと藤井聡太君が会った時の駒が私の駒だとは他の人からみんな聞きましたんでね。プロ棋士が愛用しタイトル戦でも使われる大竹さんの将棋駒とは。今うちにあるので非売品というとこれ3つです。こういう雲みたいなね模様なんですよ。確かに大竹さんの駒にはあまり見たことのない木の模様があります。こういうふうな模様が出てるかどうかなんですよ。竹風駒はこの木の模様が命。虎柄のような横縞が入ったトラフ。クジャクが羽を広げたようなクジャク目などがあります。ちなみに対局では長時間見つめても目が疲れにくいまっすぐな正目が使われます。いい生地っていうのは何年に1本しか入らないんですよ。竹風駒に使われるのは伊豆諸島の御蔵島にある柘植の木。大竹さん自ら毎年足を運んで木を選びます。何百本ある木の中からいい模様のものを当てられるかが肝になるそうです。どんなのが出そうかなっていう想像はやっぱりね、長年の勘で、この木は虎だなと思えば虎が出るんです。すごい。出るけども薄いか濃いかは切ってみなきゃから。濃くなければどうにもならないんだから。失礼します。こちらが工房になりますか？そうです。最初はこういうふうなことなんですよ。あ、これが元になる木ですね。そうです。目に沿ってこう切っていくんですよ。難しいんですよ。そうしないと駒のこういうふうな模様とかああいうのがきれいに出てこない。丸太を切って板状にした木材をさらに細かく切り将棋駒が取れる大きさにします。それを天井に吊るし、なんと3年から5年乾燥させるんだとか。切った後の数年間は木が膨張し表面が歪んでしまうからなんだそうです。数年経ち膨張が止まったところで将棋駒の形にします。ちなみにこの機械は駒を作るために三条のメーカーに頼んだ特注品。そういう意味ではやっぱり三条でこういう仕事をするっていうのはやりやすいですよね。だから親父も東京へは行けなかったのかもしれないね。三条という土地柄が親父を育ててくれたみたいなもんですよ。こういう機会でね。父治五郎さんは東京で将棋駒を作っていましたが空襲で家をなくし本家のある三条市に疎開。以来三条で将棋駒を作り続けました。そんな父のもとで14歳から駒作りを学び腕を磨いてきた大竹さん。昔から竹風駒は家族で制作。奥様も結婚してからずっと手伝っています。駒の字が書かれたハンコを紙に押し将棋駒に貼る作業。変わった書体を貼るときには神経使いますね。駒地にはおよそ40種類の書体があり、木目の雰囲気や注文者の好みによって使い分けるそうです。
字を彫るのは主に弟健二さんの担当。先ほど奥様が紙を貼ったコマ、この字に沿って正確に彫ります。柘植の木は硬いので力強く。その書体を崩さないように、その書家の先生の字をそのまんまにできるだけ彫るようにしてます。彫った字の部分に漆を塗り、コマの表面を研ぐと、ほらは字が浮いて、い、はい、もう全く綺麗な、ねはい、あれになります。これが彫りごまということです。これが彫りごまですね。彫りごま。将棋駒は彫った字への漆の塗り方で、彫り駒、彫り埋め駒、盛り上げ駒の3種類に分けられます。このうち文字の上に漆を重ね膨らみを出す盛り上げ駒が最も珍重され、タイトル戦で使われるのも盛り上げ駒です。この後極細の筆で漆を重ねる大竹さんの職人技を覗きます。三条市で将棋駒を作る大竹秀夫さん。将棋駒作り最後の工程は漆で字の盛り上がりを表現する盛り上げ。この作業は締め切った部屋で行います。漆にほこり一つ入ると字が崩れ失敗となるためです。使うのは蒔絵筆を改良した太さ1ミリにも満たない筆。極細の筆に漆をつけ文字の上に塗っていきます。これは盛り上げで何度もこう漆をつけてこう持ってますけども、いっぺんでこう盛り上げたようにならないとダメだってこと。何度も塗り重ねていますが全くはみ出さず一度に塗ったように見えますね。これが日本でもわずかな人しかできない職人技なんです。一人きりで部屋にこもり駒と向き合います。やり直しが効かないため並外れた集中力が必要。だから私らの年になると大違いこう手が震えてる人はいっぱいいるんですよ。けど今んとこ私はこうやってパッとこうやった場合に手が震えてないから、それが震えるとこういうふうになるわけですよ。こう引けないってこと。こう震えが来たらもう終わり、できない。こうして竹風ごまが完成。自ら探し当てた希少な木と職人技で作られる一品です。60年以上将棋駒を作り続けてきた大竹さん。その間弟子希望の人もいましたが一人前には至らなかったといいます。現在78歳。竹風ごまの継ぎ手がいないことについては、それはね、確かに皆さんはもったいないとか寂しいなということを言いますけども、それはそれでいいんじゃないかと。また新しい人が出てきてるから、私の知る限り今このたち3人は将来を背負って立っていけるなという子供がいるから、竹風がなくなってもそんな私はいいと思ってるから、そういう子供がなるためには私はいくらでも応援をするし努力は惜しまないつもりなんですよ。